おはようございます。舞台美術大道具の寺岡です。今回もエブリィの動画をやっていこうと思います。それで前回畳を敷くとこまで動画にしました。今後どうするかということでいろいろ考えていたんですが、実は畳を敷く前から考えていたことがあります。この車はスズキのエブリィジョインという名前になります。エブリィという名前でグレードがジョインということです。それで和室ということでちょっとスケッチで絵を描いてみたんですが、こういうことにしてみようと思います。ここにも書いているんですが、エブリィジョインじゃなくてエブリィショインということでやってみようと思います。日本建築でショイン作りというのがありまして、床の間があって違い棚があって、ここについているのは付けショインって言います。気がついた方もいらっしゃると思いますが、実は床の間の絵を天地逆に持っています拡大した絵で説明をお聞きください。窓がついています。でここが作り付けの机があって、そこで読み書きができる、そういうものがあります。でそれをエブリィの中で再現してみようと思います。簡単に図面描いて、簡単でもないですが図面を描いてみて、こういう下に地袋といって、天袋は聞いたことある人はいると思うんですが、下についているのは地袋といって高さの低い押し入れです。でここが窓になってて、これ見てもらえば分かるように、下が地袋があって上がテーブルになって、ちょっとこう出窓風にして格子戸になって、それをこの後ろに、普段ここにあって後ろのバックドアを開けてスライドして車から後ろにせり出したところに付けショインがつくという形にしようと思います。でそれなので走ってる時は中に入れてて、目的地に着いて止まって、その場所で外に押し出すと、ここの荷台の中は本来の広さで、車よりはみ出たところに机付きの出窓がついているという、そういう作りで考えています。これから作っていくので、作りながらいろいろ変わっていくと思いますので、最終的にどうなるかちょっとわからないですが、いっぺんで終わらないと思うので、何回かに分けてエブリィに付けショインを作る動画をやってみようと思います。もう一度改めて説明します。こちらの絵と比べると形が少し変わっているんですが、こちらの形で作っていこうと考えています。こういう形の箱があって、テーブルになって、下が地袋になって収納になっています。で窓になって格子戸がついて開閉できる形です。今回はこちらの形のうち、外側の側板と天板と、あと地板、この周りを作ろうと思います。あと私は大道具をやっていますので、作り自体は展示会とか大道具のやり方で、大工さんの作り方とは違う形になります。ちゃんと作るとすごく重いものになって、車に乗せるのが大変になるので、軽さ重視で、作りとしてはパネルを作って組み立てていく簡単な作りになると思います。それではまずここの側板のパネルを作っていきます。切り出しているベニヤなんですが、廃材を使っているので色がついていますが、これに外周に当たる部分を3をつけていきます。ベニヤはサイズに切っているので、ベニヤに合わせて3をつけていきます。まず両サイドの3がつきました。これで中にここにつけます。ビスで3同士を留めておきます。で端の方を割りやすいので、下穴を開けてからビスを打ちます。次はこちら。ここでベニヤが斜めに角度がついています。それでここは直角に切ってるんですが、これに合わせてこれもこう斜めに切りたいと思います。一番分かりやすいのは、ここのベニヤにこの材料を当てて、これでこの材料の小口に合わせてこうやって移します。これで切ってきます。今切ってきました。でこれでぴったり角度が合います。これもまたのり付けして固定します。3がずれないように遠ミリのタッカーで留めておきます。今3方ができたので、裏返してタッカーで3を留めておきます。これを切ってきました。これを入れます。これで四方が打ってたので、中にも2本入れます。ここは窓とかの絡みがあるんで、最終的に固定しようと思います。でこちらだけ今留めておきます。
長さに切ってきましたので、これは後で留めるので、とりあえず仮で打っておきます。表から打っていきます。これタッカー留める定規です。これ作っておくと便利です。ここが直角になってて、ここの端がタッカーのこの芯になるようにできています。でここ沿わせて打つと、パネルにこう当てた時にここの面に対して直角にこの定規が来るので、こう止めていけば、線が直角であれば鉛筆で線引いたりせずにこの定規でタッカーを打てるので、すごく早いです。ここに一応なんか補強を入れとこうかと思います。両面パネル貼るんでなくても平気な気もするんですけど、何か入れておきます。補強の材料を切ってきたのでここに入れます。一応曲がってないか見ています。ちょっと見てたら寸法が違ってたので、ここの角は同じなんですが、ここがもっと短いようなのでパネル層で切っていきます。先ほどの墨でカットできました。伸びているところをカットします。それでこちら廃材を使って作っているので、材料によって高さが違います。カンナで高い方の材料を削って高さを揃えます。これで3の高さも揃いましたので、側板のパネルは完成です。もう1枚側板のパネルを作ります。ベニヤは最終的に両面にするんですが、今の段階では片面だけにしておきます。組み立てる時に中からビスを打ちたいとか、そういう状態になる時があるので、片方のベニヤは組み立てる途中とか後で貼ります。同じようにして2枚の側板が完成しました。次は地板、底面の板を作っていきます。他の場所は 2.5mm のベニヤで作っていますが、地板の方は中に収納で物を入れたりもするので、5.5mm ベニヤ、少し厚めのベニヤで作っていきます。まず3を組んでいきます。3を目の字に横段を入れるので、これを3等分に墨をつけていきます。先ほどの側板のパネルはベニヤにつけながらパネル組んだんですが、これは簡単なパネルなので、斜めとかそういう部分もないので、まず3だけ組んでおきます。3ができましたので、ベニヤをつけていきます。地板もこれでできました。これで3ができました。これでベニヤを貼っていきます。背板もできました。次は背板、ここの後ろになるパネルです。収納の奥になるパネル、これを作っていきます。
板もできました。これからここの斜めの小さいパネルを作っていきます。ここが斜めになっているので、この3方をつけてから後からここは内側に合わせてカットしてつけようと思います。これを斜めにカットしてきます。カットしてきました。これをここにつけます。はみ出た3はベニヤに合わせてカットします。今切ってきました。で、こちらの2枚のパネルがこちらの部品になるんですが、ここ斜めになるので、この小口をこういう角度とこういう角度にカットしていきます。ここを丸ノコで小口を斜めに切り落とすんですが、角度を出すのに自在スコヤ、スコヤなのに自在っていうよくわからない名称ですけど、これでこのパネルのこの角度、これを移していきます。図面上で角度を合わせて、それでここをねじって動かないように固定します。これでここの角度が自在スコヤの角度になります。丸ノコに先ほどのこのスコヤの勾配を移せたので、これでパネルを切っていきます。それで斜めに切るのは不安定なので、下駄代わりに材料をビスで留めてあります。ここにクランプで留めて固定して丸ノコで切ります。で、それでこちらに3を留めてるビスがあるので、このままではこのビスも切る形になってしまうので、木工ボンドは乾いているので、このビスも外しておきます。これでしっかり固定できたので、丸ノコで切っていきます。ぴったり切れました。実はわずかにずれていました。組み立てに問題があればカンナで調整します。もう1枚も同じように切ります。今こちらを切ったので逆を切るので、丸ノコの定規の位置を変えます。今度はこちら側に定規を刺して、今定規と丸ノコの刃を寸法に合わせたので、これでカットしていきます。刃が出すぎ。これで2枚とも斜めの状態に小口が切れました。先ほどこちらのビスを外しましたので、またビスを留めておきます。元の通りにビスを打って斜めの部分のパネルも完成です。こちらを組み立てるパネルが全てできましたので、これを組んでいきます。まず背板と地板、これをつないでいきます。今一人で手が足らないので、クランプで仮で留めておきます。これで地板と背板がつながりました。次にこちら横の側板をつけていきます。ちょっとつけにくいんで一度回転させます。今は仮組みなのでビスの数は少なめに打っています。今向きを変えて、こちらが地板でこちらが側板になります。これから逆の側板もつけていきます。背板と側板を留めます。次はこちらの上に斜めのパネルをつけていきます。次は天板を乗せていきます。今仮で組んでみてこういう形になりました。それでは車に乗せてみます。車と付けショイントの間には隙間があります。ここは最後に何かで塞ぎます。どうするかは今後作りながら考えてみます。後ろから見るとこのような感じです。付けショインを出した状態にしてみます。とりあえず今は試しに様子を見るだけなので、つっかい棒で支えています。バックドアが屋根代わりになります。車内の様子です。広く使えそうです。車内から見た付
付け書院を収納するところです。次は出すところです。今の状態で床の長さはセンターコンソール、運転席や助手席の間のプラスチックの箱のことです。それから 5.7 尺約 1720 ミリでした。次はバックドアを閉めて長さを測ってみます。バックドアに付け書院を押し付けて約 4.1 尺 1240 ミリでした。後部座席も出してみます。後部座席との間も一番狭いところで8寸約240ミリぐらい隙間があります。多少の荷物も載せれます。今回はエブリィ書院計画ということで付け書院の本体の箱を作る動画でした。次回は机と窓周りを作る予定です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。